セールスクラウドや LPS どっちがいいかなっていうのをガチ討論会ということで、見てる人知らないっすよそれ。こしてますよ。月額 2.1 万円 VS 3000円、あなたの企業はどっちを選びますか？こんにちは、システム組み立てチャンネルの大滝とシンボリと三角です。今日はお外からお届けしていきたいなと思っておりまして、新しいテーマということでプロ野球ガチ討論会っていうテーマなんですけど、僕怒ってます。さて何に怒ってるでしょうか？寒い。確かに寒い。寒い。無駄な利益を投資するのやめてくれんって思ってるっていうのが僕の思いなんですけど、セールスフォースいいよ、ライセンスビジネスいいよ、やってもいい。ただね、使えてない企業さんが多いのに使い続けるのはね、もったいない。なので今日のテーマはこちらです。月額 2.1 万円なので2万1000 VS 3000円、あなたの企業はどっちを選びますかっていう内容なんですね。この内容についてガチ討論会をしていきたいなと思ってまして、セールスフォース、セールスクラウドとライトニングプラットフォームスターター、俗に言う LPS ですね。で LPS をしっかり比較検討をしていこうということで、今日は見ている方にはセールスクラウドや LPS どっちがいいかなっていうのをガチ討論会ということで話をしていきたいなと思っております。早速スタート。じゃあ今日はこのアジェンダでお話をしていきたいなと思ってます。まず LPS ライトニングプラットフォームスターターで使える主機能が一つ目。二つ目が LPS ライトニングプラットフォームスターターとセールスクラウドの機能比較。そして3つ目が LPS が最適なケース。これをメインで3つお話をしていくんですが、4つ目、5つ目としてセールスクラウドを使っているユーザー、三角氏からの質問ということで、今日は三角さんにはユーザー側の企業として質問をシンボリ氏に、セールスクラウドも LPS も両方とも酸いも甘いも知ってるぜ的なシンボリ氏からのプロフェッショナルなアドバイス。で、最後にシンボリさんの方からセールスクラウドから LPS に移行するための注意事項とかスケジュール感とかっていうのをガチ討論会ということで、バチバチとギシギシとゴリゴリとわかんないけどしていこうかなと思ってます。じゃあ早速本題に入っていきたいんですが、シンボリさん、LPS の機能から教えていただきたいと思ってるんですけど、LPS の機能って分かんないですよね。いや、そもそも多分 LPS って知らない人多いんじゃないかなと思うんですけど、そこから教えてほしいです。まずセールスクラウドとかサービスクラウドとかマーケティングクラウドとかクラウドがいっぱいあると思うんですけど、そういう何かに特化してないカスタマイズ向けのライセンスっていうのがライトニングプラットフォームっていうライセンスになります。で、このライトニングプラットフォームの中にスターターとプラスっていうのがあるんですけど、基本的にこの2つはもう一緒です。違うところはカスタムオブジェクトを何個使えるかっていう違いだけなので、今日はスターターっていうのが話題に上がってるんですけど、スターターは10個プラスは110個っていう違いなだけなので、本当に今日はライトニングプラットフォームっていうところでお話をしていきたいなっていうふうに思います。で、メイン機能でいくと、もちろんセールスソースって CRMなので顧客管理ができないと困ると思うので、取引先の管理とか取引先責任者の管理っていうのはもちろんできますと。あとは活動ですよね。 CRM っていう観点だったらやっぱりお客さんに対する接点とかを持っておかないといけないので、活動の管理とか活動の履歴の管理、予定の管理っていうのができると、あとはセールスソース結構強みかもしれないですけど、レポートダッシュボードっていう形でセールスソースの中に入ってるデータをいろんな形で分析して表を作ったりとかグラフを作ったりとかっていうようにやっていくようなレポートダッシュボードも使えますし、あとは意外とカスタマイズ向けのライセンスになってくるので、フローって呼ばれるなんでしょうね、自動化をしたい、レコードデータに何か変化が起きた時に何かをしたいみたいな自動化を作る機能のフロー。寒いなーっていう時に大好きなやつですね。お風呂。お風呂。チーン。めっちゃ使うわ。続いて、お風呂があります。とあとは最近のシステムだともう当たり前ですよね。スマホでも使えるっていうのは必要だと思うので、スマホでも使えますと。もう一個やっぱ特徴的なのは、カスタムオブジェクトって呼ばれるデータを入れる箱っていうのを自分で自由に作っていいよっていう機能が使えるので、結論からすると、本当にその何かに特化してる機能以外は全部使えますよ。ただ、オブジェクト数に制限があるよっていうところで認識をしてもらえるといいのかなっていうふうに思います。じゃあ、主な違いっていうのは、プラットフォームと SaaS の違いみたいな感じだけど、なんちゃって SaaS が
LPS でも使えますっていう意味合いで、機能はセールスクラウドよりも100分の1ぐらいしかないかもしれないけど使えますよ。ただセールスフォースっていうプラットフォームが同じであって、セキュリティだったりとか権限周りは同じように使えて、その機能が取引先責任者、活動、レポートダッシュボード、フロー、モバイルアプリ、カスタムオブジェクトが使えるっていう感じ。おっしゃる通りです。結構良くないですか？いや、もうこれで何でも使えると思います。要するに、セールスクラウドだったら営業に特化してるツールですよ。ただ、その営業に特化してるってところが全部なくなっただけ。なので、もちろん規約違反とかは注意しないといけないですけど、同じようなことをカスタムオブジェクトとかフローで作ろうと思えば作れちゃうっていうのがプラットフォームの特徴かなっていうふうに思います。規約違反ってキラーワードが出ましたけど。なんか怖いですね。ね。じゃあ誰が使うべきものなのかっていうのが、いまいちこう機能は分かったけど、誰が最適なのかよく分かんないですね。ほら怒ってる。例えば、セールスクラウドって言うとやっぱり商談の管理とかのイメージじゃないですか。じゃあ逆に言うと、販売管理、受注の管理とかを、請求の管理をしたいってなってくると、これセールスクラウドにないわけですよね。しかも営業が入るような業種ではないパターン。例えばもう卸とか、引き合いがばっかり来る感じ。とかもう決まっていて、飲食店との契約とかだったら、例えばもうごぼう何本くださいみたいな電話があって、はい発注しますねみたいな、要するにもう本当に販売管理みたいな人たちって商談いらないので、じゃあその販売の受注管理、発注管理みたいなところを作り込みましょう。ごぼうだけ頼む？もうめっちゃ気になってました。なんでごぼうなんと思って。ビールとかじゃない？まあ確かにそうですね。ビール、お肉、まあなんかもう受発注とか、あとはまあ在庫管理をしたいとか。ごぼう5つ来たら何作ります？うわ攻めますね。ごぼう深掘るな。きんぴらぐらいしかなくて。きんぴらぐらいしか多分思いつかない。ごぼうだけですよ。ごぼう深掘るな。ごぼう深掘るな。ごぼう深掘るな。でごぼう注文したらどうなるんですか？なのでその受注の管理とか、そこからじゃあ最後締めで請求かけちゃいましょうとかみたいなところっていうのはセールスクラウド関係ないし、サービスクラウドも関係ないしっていうので、じゃあプラットフォームで作っちゃいましょうみたいなシーンっていうのが結構よくあるかなと思います。そういう時ってあえてセールスフォースを使うメリットってどういうところなんですか？でもやっぱり掛け算だと思っていて、どのシステムにしろやっぱり顧客管理ってお客さんがやっぱり一番上にあって、その中にこのお客さんの受注だよ発注だよっていうのがあるので、やっぱりそういった形でリレーショナルデータベースというこのかっこいい言葉を使いますけど、ちょっともうちょっと攻めようぜ。グイグイ行こうぜ。大竹に対してごぼう紐づかないですよ。顧客管理の大竹に対してごぼうは紐づかないですよ。ごぼう紐づきますよ。大滝さんが何月何日にごぼうを買ったって。はい。でも生産管理でしょ。販売管理。販売管理。大滝商店がごぼうを5ダース買いました。ダース。ごぼうは12本単位なんですね。はい。60本。マジだね。いやでもやっぱりありますよ、この世の中にはいろんなそういう販売管理に特化したツールっていうのはありますけど、やっぱりセールスフォースの強みはこのプラットフォームの中にカスタマイズして作れるっていうところが強みだと思うので、ちゃんと顧客と紐付けながら、いやこの SaaS ではできないっていう、ちょっと手が届かない、ちょっとかゆいけどかゆいとこ届かない、かゆいとこ届かない、合ってるっていうところに対してこのカスタマイズをして作っていけるっていうのはやっぱり強みなんじゃないかなっていうふうに思います。10個か110個の違いって話あったじゃないですか。はい、10個って終わりますかね？10個って足りない気がしますよね。そう、10個ってどうなんですか？彼らがうまいです。やっぱりセールスフォースの売り方はうまいなって思っていて、それこそ販売管理を作ろうとすると11個とか12個とかいいとこに行くんですよ。で3000円と12000円なので4倍違う、そのオブジェクト1個で4倍違うとかなので、やっぱ彼らの売り方はうまいなって思いますし、やっぱり大きくやればやるほど10個じゃ収まらない。その場合はライトニングプラットフォームプラス LPP ですねっていうライセンスを選ぶっていうのも選択肢の一つかなと思います。それは例えば三住商事に従業員が10人います、はい、じゃあ卸の人です。卸のお客さんから受発注をもらう人、私は電話で受け付ける人ってなった時に見る機能って違うんですけど、それぞれ10個使っていいの？それとも組織で10個使っていいの？前者ですね。それぞれ10個使って良いので、卸チームは卸チームの10個、電話で受けるコールセンターチームはコールセンターチームの10個
っていう使い分けができるので、それぞれに合わせてやってもいいですし、例えば卸チームはもうどうしても12個使いますだったら、卸チームだけプラスを契約して、電話を受けるチームの10個で収まるんだったら、こっちは3000円で収めるっていうことも可能です。多分ですね、見てる人知らないですよ、それ。あ、わかる。 LPS と LPP を一緒にやっていて知らないと思ってて、ちょっとカメラ越しにラブなコメントしてもらっていいですか？そうしてますよ。しかもですよ。しかもですよ。昨日プラットフォームの機能を私調べてて、もう一回料金ページ見ようと思ってブラウザで調べたら出てきませんでした。それ僕も気づきました。それもう世の中にはないことになってんの。表にはもう出してないっていうこと。なんか調べ方変えたら出てきたんですけど、普通にセールスフォースプラットフォームライセンス費用とかで調べたら出てこなかったです。隠してんの。やばいやばい。売りたくないんだよ。あるんですよね。ありますありますよ。ありまする。あると思います。あると思います。議事をしかも昨日調べた時名前変わってました。なんかエージェントフォースプラットフォームなんちゃらみたいな。もう分からん。もういい。でもせっかくセールスフォースのプラットフォーム使えます。商談管理はあまりしていないです。でも21,000払い続けるか3000って7倍違うじゃないですか。なのでちゃんと使ってほしいなと思ってるんですけど、はい、セールスクラウドと LPS の違いよう分からんと。教えてよ。新堀先生。はい。ということで、教えてもらっていいですか？はい。この表をご参照ください。はい。作ったの僕です。以上です。ちゃんと説明してください。はい。まあ、この表を見ていただくと分かりやすいかなっていうふうに思うんですけど、左がプラットフォームですね。で、右側がセールスクラウドになってますと。で、×がついてるところが使えない。もうそれだけですね。なので、本当にセールスクラウドっていうぐらいなので、商談の機能とか、まあ、見込み顧客、リードの機能とか、あとは見積もり。まあ、これ商談に紐づいてくる形になると思うので、商談をして見積もり書を出す機能とか、あとは契約管理みたいなところがセールスクラウドには内包されてるんですけど、これがプラットフォームはもうガラッと使えないっていう形になります。契約使えないんですね。はい。契約使えないですね。なるほど。すごいアウトローなところ行きましたね。今一番気になったの契約だったんですね。契約使えないんですよ。でもこれ文句というか愚痴言うのは良くないけど、セールスソースのユーザーさんのいけないところっていうのは、いけないところ誤解しているのは、組み合わせができるってことを知らないのが僕は良くないと思ってて、セールスクラウドを営業は使う。だけど営業事務とかカスタマーサポートみたいなところは LPS を使うっていうのを知らないのは良くないと思ってて、そうですね、結構そこは知らない人多いですよね。全員がセールスクラウドを使わなくちゃいけないって、じゃあ今からみんなで車乗ろうぜってなった時にみんなベンツに乗らなくちゃいけないって、いやお金ないし軽でいいやんみたいな人の選択肢を教えていない営業は良くないよね。これ以上言わないけどこれ以上言わないけど、なのでしっかりとセールスクラウドを使うユーザーは使うべきだし、この LPS のユーザーは使うべきだし、っていう形で入れ子にした方がいいなとは思います。じゃあここからは少し話が変わって、具体的に LPS ライトニングプラットフォームスターターを入れるべき企業とか選ぶべき企業ってどういう風な企業ですかっていった質問でガンガン盛り上がっていこうと思ってます。寒かった今。いやーね、なんかね、寒かったな。選ぶべき企業。まずは、セールスクラウド今使ってるけども、セールスクラウドの機能全然使ってない。もう意味わかんないですよね。セールスクラウドを契約してるけど、セールスクラウドの特化してる機能を使ってない。さっきのパターンですね。そうですね。そうですね。だと、あと、まあ、ここに行くと、掛け算っていうか、ここにも絡んできますけど、そもそもセールスクラウドを使う必要がない人たち、営業の管理をしなくていい人たちっていうのも、プラットフォームのライセンスでいいかなっていうふうに思います。あとはさっき大滝さんの方から、組み合わせできることをが知らない方が多いっていうお話がありましたけど、まさにもう営業でセールスクラウドを使ってるから、みんなセールスクラウドを使わないといけないと思ってる人たちは、商談見てない人もセールスクラウドを契約してる可能性があるので、それはぜひプラットフォームに変えていただきたいなっていうふうに思ってます。あとはカスタマイズがすごく多い人たちですよね。もうセールスクラウドの標準機能使わねえと、カスタムで自分たちでゴリゴリガリガリ作りたいんだっていう人たちっていうのは合うかなっていうふうに思います。わかりました？難しいですよね。そうやって考えると。顔。わかりました。なんかちょっとよくわかんなかった。具体的に言うとどういう風なお客さんでやってられたんですか、フライクさん。わからないところを教えてほしいです。何がわからないんですか？具体案が教えてほしいですね。なるほど。具体、事例みたいな感じですか？はい。はい。じゃあ具体的にはいどういう風なお客さんの支援をフライクさん、シンボリさんはされたか教えてもらっていいですか？はい。じゃあ、ある企業
さんをちょっと想像しながら話すんですけど、その企業さんは営業組織でセールスクラウドをフル活用してました。ただ高いですと、セールスクラウドが。で、じゃあバックオフィスの部門とか本当にミドルオフィスの部門にもセールスソースを使ってほしいっていう会社としての思いがあったんですけど、それにまた2万円のライセンスを入れるのがすごく高いので、別で管理しなさいと。セールスフォースで営業が使ってる商談の情報とかは全部 Excel に落として、よくありますよね。そうですそうです、それをバックオフィス部門に渡して、バックオフィスはそっちで頑張りなさいと。なぜなら1人2000円もかけれないから。2万ね。2万円か、そうそう。2万円かけれないからっていうところがあったんですけど、その企業さんは知らなかったんですね。安いライセンスが。ちょっと待って、嫌じゃないですか。営業シンボリです。僕らたち営業事務とかカスタマーサクセスは商談のデータを Excel でもらってそこでなんか見るんでしょよくありますけど。ここにもかね。普通、やっぱり高いんでライセンスを節約するために持ってない人たちが結構いるっていうのは結構会社で普通だと思うんですよ。じゃあ僕東京行くときに僕飛行機で行きます。お金ないから歩いてきてねって言われると同じじゃない？まあそんな感じですよね。普通じゃないですかね。アホやろ。本当に？だって知らないんですもん。安いのがあるって。おバカちゃんやん。飛行機で行くか歩いて行くか。参勤交代みたいな。そうです。歩いて行きますみたいな。地図だけ渡されて。地図読めます？そうです。地図であれどっちが来たかなみたいな。僕Google マップで行くときに大体 Google こうやります。わかりません？僕とさ、天神じゃなかった東京で降りたときにこっちよって言ったときにごめんリツキ逆やったってよくはい地図読めないのにぐるぐる回しちゃう人なんですけど、すいません、その話の続きをお願いしますどういうことですか？いや、私方向音痴なんですよ。はい。みんな北を認識してるじゃないですか。はい。だから地図見るときも要するに北が上LPS 北が上、でも最近のナビって自分が上じゃないですか。なんでそうだけんわからんとよ。どういうこと？降りた時にさ、俺右に行きたい、東の方に行きたいと思ったらさ、こう行ったらさ、南で降りとったらさ、西に向かってんじゃん。あ、逆やんってなることありません？だから地図読める人なんですよ、多分それ。くるくる変えるじゃん。LPS。方角で考えてる天才肌ですよ。なるほど、LPS。何の話でしたっけ？LPS。セールスフォースと Excel の話。Excel に落とし込みました。そんな情報共有の仕方嫌じゃない？そうですね。っていうところです。でも知らないんですよ。セールスクラウド使ってるから、事務部門にも使わせようとするのであれば、セールスクラウドを入れないといけない。ただお金ないみたいなパターンだったので、いや、事務の人って商談見るんですかって言ったら、商談見てませんと。商談が終わった後の納品してるデータが管理されていて、そのデータを Excel でもらって集計して請求書をマクロで頑張って作ってますみたいな形だったので、マジか。商談見ないじゃんと。だったら納品と請求と請求明細と商品と全部で6個ぐらいだったのかな、設計した結果6個しかカスタムプロジェクト使わないから3000円で入れちゃえばいいじゃん。請求書なんで作ってたんですか？マクロです。色は真っ黒です。危ない。3回目ぐらいこのくらい。このくらい。危なかった。ちゃんと自分で言ってもらっていいですか？じゃあ商談を使ってる人たちはセールスクラウドを使って、はい、全く関係ないその納品されたものとかを見る人たちはカスタムオブジェクトで10個以内の機能だったから、営業事務の方であったりとか請求のメンバーにも10個のカスタムの機能で構築したから3000円で済んだ。そうです。3000円で済みましたと。で、営業が仮にじゃあ20人いました。バックオフィスの30人は使ってませんでした。で、30人入れたんですけど、こうなると、プラス30人かける3000円のコストじゃないですか。でも、この企業さんはまた面白くて、営業20人持ってたんですけど、うちの半分ぐらいはまさかの商談を見てなかった。営業なのに？そうです。営業事務みたいな、営業サポートみたいな形で、持ってはいたけど、商談を見ておらず、納品のデータばっかり見てましたと。なので、逆にこの人たちは2万から3000円に変えましょう。へえ、面白い。っていう形ができたので、合計で見たときに、ライセンス費用はガクッと下がり、ただ、使ってる人数は倍になる。っていう素敵な状態が起きたっていうのは、そうですね、この企業さんの事例ですね。そういうふうな使い方できるんだったら、なんかより幅広がりそうですよね。多分持ってない人がいるっていうのが多分こうサイロ化していくスタートのような気がしますよね。だからエクセルが必要になったりとか、別のツールで何とかしようかみたいな感じで二重入力がこう始まる
じゃないかなと思いますね。でも僕たちの企業が十数人だからこう割り振れできるじゃん、はい、この人この人ねみたいな、うん、たかだかねセールスクラウド10人だったら月額で言うと2万20万ぐらいじゃん、そうですね、まあまあまあってなるじゃない、その営業事務がいるっていうそうですね、なるとそのセールスフォースでだいぶ楽になってるから、ただこれが100名の組織200名300名ってなったら桁が1個変わってくるし、額も額なんで月額が200万ってなったらそりゃ考えますよね。そうですね、月額200万やばいですね。2400万利益率って考え 2.4 億、なのでやっぱ使い分けはしっかり必要ですね。じゃあそれをやりたいって思いましたよね、思いましたじゃあ明日からやりましょうってどうします？僕たち。いや、規約違反がまず怖いですよね。何が大丈夫で何がいいのかが全然わかんないです。勝手にやっちゃっていいのかなっていう気がしますよね。規約違反でいくとこれ結構グレーというか、正直セールスフォースさんも分かっていないっていうのが正直なところです。よく営業さんが言うのはセールスクラウドと同じ機能を作らないでくれっていう言い方をされるんですけど、いや同じ機能ってなんやねんっていうのがあるので、やるときにはちゃんとこういうふうな構成にしようと思っていてっていうのをセールスフォースの営業さんに確認した上でやっていくと、そこは安心してできるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあセールスフォースさんに伝えてからスタートなのか、事前にすることとかって何かあるんですか？あります。でこれは結論セールスフォースさんとの調整になってくるんですけど、セールスフォースって年間契約じゃないですか。なのでじゃあ明日からやろうってなったタイミングでもう契約してて残り10ヶ月ぐらい契約残ってたら変えれないですと。なのでまずは契約期間をしっかりと確認して、次の更新がいつなのかっていうのをしっかりと把握することっていうのが重要かなっていうふうに思います。であとはじゃあ次の更新が来月でしたってなっちゃうともう間に合わない。要するに構築し直さないといけないので、この期間1ヶ月でできないことも多いので、ちゃんと構築し直す期間っていうところに対して更新までの期間があるのかっていうのをしっかりと確認した上でやっていくっていうところが重要かなっていうふうに思います。で、さっきの規約違反の話になりますけど、このタイミングで営業さんに減らしますって言うわけじゃないですか。なので営業さんも聞いてきます。なんで今まで商談使ってたのに減らすんですかって聞いてこられるので、その時にいやこういう理由でこうしますっていうのをちゃんと営業さんに話してしまえば、営業さんもそっか分かったっていうふうに言ってくれればそれは OK だと思うので、しっかりとスケジュール時期を確認した上でちゃんと伝えて、その理由やりことっていうのも伝えていけば、スケジュール的にも規約違反っていう観点でも安心してできるんじゃないかなっていうふうに思います。具体的にじゃあやりましょうってなったらどういうふうな手順を踏めばいいんですか？まずは先ほどの企業さんの事例で言うと、最初の課題感としてはバックオフィスのメンバーが使えるようにしたいだったので、今持ってない人たちが使えるようにしたい。じゃあ何を使いたいんですかっていうところの整理から始まっていきました。そしたらその整理の中で、いや実はライセンス持ってるけど商談使ってないんだよっていう人たちが出てきたので、じゃあこの人たちはこっちに変えれるねっていうお話になったので、やっぱり整理が最初は必要かなっていうふうに思っていて、セールスクラウド持ってる人たちが今何の機能を使ってるのかっていう整理と、持ってなくて新しく入れたい人たちが何を使いたいのかっていうところの整理をしっかりとした上でライセンス構成を考え直すっていうところからまずはスタートかなっていうふうに思います。具体的にいくと、まずプロファイルですよね。プロファイルを見るとどのオブジェクトに権限が当たってるのかっていうのが分かるので、それをちゃんとリスト化して、これ使ってるっていうのを確認していくと確認しやすいかなっていうふうに思います。あとは使ってるかどうか分かんないっていうケースがあるときにはデータ容量を見てください。データ容量を見ると使ってないと思ってても実は裏でデータがたくさんできてて何十万件ありましたみたいなこともあると思うので、オブジェクトの名前と今の容量どのくらいデータ数が入ってるのかなっていうのを比較しながら確認をしていくとやりやすいかなというふうに思います。できますか？いや、一企業は難しいですよね。それが多分データ数の確認はできるけど、それがセールスクラウドを解約できる内容なのかどうかの判断はすごい難しいなって思いましたね。ですってよ。我々がいるじゃないですか。もう我々に言ってくださいよ、そういうのは。ね、怖そうだもんね。これでいいです。はい。これで相談に出て。こんにちは。びっくりするね。ズーム開いたらこのまま座って出てきたらびっくりしますね。ちょっと引くかも。なんででも本当に、ちゃんとプロに相談した方が良いと思うので、ぜひ相談をまずはしていただきたいなっていうふうに思います。実は今日のこの内容はホワイトペーパーでダウンロードできるので、そうですね。セールスフォースライセンス最適化っていうホワイトペーパーを用意しているので、シンボリのチェック項目がホワイトペーパーの中にあるので、ダウンロードしていただいて、見てください。で、困った時にはお問い合わせをいただいて、私とかシンボリと打ち合わせをして、できますよ、できないですよ。できなくても相談していいんですか？もちろんです。がっぽり取られるんですか？
これはこれです。どういうこと？お金は0円です。なるほど。難しい。これひっくり返ったらゼロなんですよ。お金がゼロなんだ。じゃあ今日は LPS の話をしてきましたが、聞いてみてどうでした？そうですね。まず LPS があるってことをしっかり知ってほしいし、もしかしたら自分たちの会社でもその LPS を活用することでコスト下げれる、もしくは Excel の人にも Salesforce のライセンスが付与できる。それ大きいよね、うん Excel の人。これ可能性があるっていうことを知ってもらえたらなと思いましたね。まあ、Excel を使ってね、Salesforce との連携ができていない人たちだったらね、3000円のライセンスだったら考えてもらえると思いますし、年間で言うといくら？3万6000円。ならよくない？そうですね、いいですね。 3万6000円ならなんか許してくれそうなコスト感だと思うので、ぜひ、興味のある方は私たちフライクにお問い合わせをしてください。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。長尺になっているので、ちょっと僕たちもカミカミになりつつあるけども、最後までご視聴いただきありがとうございます。最後まで見てくださった方、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと残念ながら私たちフライクのチャンネルの 97% ぐらいはチャンネル登録していない人なので、全員がチャンネル登録してくれたら10万チャンネルユーザーになるので、すごいよね。なので、しっかりとチャンネル登録までよろしくお願いします。では、次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。